おなつかちこもポテトです。ので向き合っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、シャドウハントの瞬発力の上昇値調べてみたやっていきたいなと思います。ということで、前回はスピードについて判明しましたよというところなんですけども、今回は瞬発のところですよね。シャドウハントのね説明にもスピードに関する能力が上昇しますよという形になってますから、瞬発も上がってっておかしくないだろうなというところですよね。だし体感としてもなんか上がってんじゃねえかなみたいなね気もしちゃいますけどね、感覚的にはね。ということでここをですねちょっと調べておきたいなと思います。でこれかなり時間かかったというか、これがですねシャドウハント発動している状態ということはボールが動いている状態なんで、これがまたね検証しにくくてですね、なかなか時間かかっちゃったんですけども、一つ結果として出せるもの、結論として皆さんにお伝えできるものができたんじゃないかなと思いますので、見ていってください。今回その経緯も含めてねやっていきたいなと思います。はい、ということでここからね検証になっていくんですけども、ちょっとこの声ねもう3回目ですかね。1回目の声がですね編集してたらですね、もうなんか寝ぼけてて、なんか葬式みたいな声になってたんで、もう一回撮り直そうと思って撮ったらですね、マイクの電源入ってなくて無音状態で喋ってたんですね、ずっとね。だから今3回目なんですけどちゃんとまとまってるかな、分かりにくかったらほんとごめんなさいって感じなんですけど、喋っていきたいなと思います。まずはデロッシを使ってね検証していきました。でデロッシがねディフェンスセンス、そして瞬発がねカンナバールとかと比べると低めなので、この伸びがね分かりやすいかなというところでやってきましたというところです。ご覧のような形でですね、ペナルティエリアの端っこから端っこみたいな感じでね測定をしていきました。これでシャドウハント発動していない時と発動している時とで比べてですね、スピードがどう違うのか、これを見ていきます。今回ですね1秒間60個まで測定をしてきてますよというところと、デロッシの動き自体は iPad に動きを記憶させてますから、毎回同じ動きですよということを分かった上で見ていってください。でシャドウハント発動していない状態を見ていきます。はい、ということで1秒58コマとなりました。ではこれですね、シャドウハント発動するとどうなるのか見ていきましょう。はい、1秒58コマ同じ。なんで同じなんだって話なんですけど、デロッシの後ろにボールがある状態から始めてるんで、もしかしたらデロッシの裏っていう判定じゃなかった可能性もあんのかなとかね。前回カンナバールやった時はねゴールキックエリアからやったんで、じゃあちょっと検証方法を変えてみるかというところで、ゴールキックエリアからスタートしてみました。こんな形で振り向きざまでね走り始めるところで見ていきます。まずはシャドウハント発動していない状態です。はい、ちょっとね距離は短くなるので時間も早くなるんですけど、1秒間22コマ、23コマとかもありましたね。じゃあこっからシャドウハント発動するとどうなるのか。はい、同じシャドウハント発動してっても23コマ22コマという形になりました。もしかしたらまだまだ分かんない、まだ分かんないからね、もしかしたらこれ振り向くっていうこの動作自体がちょっとねダメなんじゃないかなみたいなね、ブレるんじゃないかなと思いまして、デロッシュの走り始めるタイミングちょっと変えておきました。パスが出てから前を向いた状態で走り始める。これだったらねシャドウハント発動してんじゃない。こう確実にデロッシュの裏へのパスっていうね、デロッシュから見たら裏へのパスっていう反応になりますから、これは発動するでしょうというところで見ていきます。はい、1秒22コマ同じ。変わんなかったんですよね。厳密に言うとシャドウハント発動していない時はですねボールを動かしてないので、全く同じ条件とは言い切れないよね。言い切れないなというところで、結局カンナバールを連れてきました。イタリア代表の時のねカンナバール、シャドウハント持ってないカンナバールですね。で今回のシャドウハント持ってるカンナバール、この2人をね全く同じ条件で検証すればもう文句ないだろうというところでやっていきました。まずはシャドウハント持ってないカンナバールですね。はい、1秒19コマという形になりました。18とかもあったかな、早くて17とかもあったけど、大体18が19と、そんな形になっていきました。ではここからですねシャドウハント発動している状態、シャドウハント持ちのカンナバールで見ていきます。はい、ということで、同じだ同じだね。
証はずっと同じだね、本当に。まあちょっとこれなんでだろうなと思って、いろんな検証方法とかいろいろ変えてみたりとかね、角度変えてみたりいろいろやってんだけど、まあ変わんなかったんですよね。ということで、ここで考えられる可能性って大体この辺かなというところで、まずは入力してから動き出すまでの時間が違うんじゃないかみたいなね。よくありそうですね、瞬発だったらね。もう一つはシャドウハントがそもそもこの検証では発動してないんじゃないかっていうねところ。そしてもう一つはもうそもそもね仕様変更というか瞬発力の影響みたいなところが変わってるんじゃないかとかね、そういうところもあると思ったんで、ちょっとこれらをじゃあもう潰していこうということでやってきました。まあこの時点でもう結構日にち経ってるからね、本当はね。やってみましょう。まあ入力してから動き出すまでの時間ですよね。ここまあ気になるなと思ったんで、まあこれ今までの検証で言うと変わんなかったんですけど、もしかしたらねアップデートで変わってる可能性もありますから見ていきましょう。カンナバーロのねこの矢印が出た瞬間を0秒として見ていきました。シャドウハンド持っていない状態ですね。はい、19コマぐらいで動き出してましたよというところです。じゃあこれシャドウハンド発動するとどうなるのか。はい、26コマ遅くなってるなんで遅くなってました。まあこれ厳密に言うとですね変わんなかったですね。その時の回線だったりとかそっちの方が大きく影響してそうな感じでした。瞬発力を高くしても低くしてもここのね速さっていうのは変わんなかった。入力してから動き出すまでの時間っていうのはここは変わんないという結果になりました。はい、ということで一つね可能性は消えましたね。入力してから動き出すまでの時間ここは違いましたよと。じゃあ次ですね、シャドウハントがそもそも発動していないんじゃないか、この可能性もありますから見ておきます。両方ともね並べておきました。上がシャドウハント発動している時、下がシャドウハント発動していない時なんですけども、こちら見てください。はい、ペナルティエリア出る瞬間ここは1秒19コマ同じでしたよね。同じだったんですが、この後見ていくとはい、ということで、ペナルティエリアを出るところまでは全く同じだったんですが、この後、ハーフラインについた時間を見るとですね、4コマも速くなっているんですよね。はい、これは前回シャドウハントの検証やりましたけども、これと同じですね。だいたい4コマぐらい速くなる。まあ、要はスピードプラス4ぐらいですね。されてるということが分かりました。はい、ということはこの検証自体でシャドウハントは発動はしていると。ただこの瞬発力の区間が速くなってないという事実だけが分かったということですね。はい、じゃあ最後ですかね。まあそもそもね瞬発力の仕様の部分なんですけど、これ今までの検証の結果から言うとですね、ディフェンスセンスと瞬発力の平均でスピードが変わりますよって話をしました。で今回のカンナバロで言うと平均値が83なんですよ。なのでこっからまあディフェンスセンスは上がってないでしょうからっていう仮定をしておきますけども、上がってないでしょうから瞬発力が仮に8とかねめちゃめちゃ上がってたとしても平均値で言うと87まで上がってるんですよ。ということはここのグラフで言うとですね、ギリギリスピードが速くならない同じ区間っていう可能性はまあゼロじゃないよね。ということでまあちょっと勘のいい人はじゃあなんでデロシェ変わんなかったんだって話にはなるかなと思うんですけど、まあそれは置いといてですね、実際この瞬発力じゃ変わんない可能性もありますから、じゃあちょっと見ておこうということでまず確かめておこうということでやっていきました。初期値のカンナバーロですね、シャドウハント発動していない状態でちょっと測定をしていきます。まず初期値の段階、まあこれはさっきもね一応何本か見ましたが、はいというところでだいたい1秒18コマ、まあ19コマ、早くて17コマが出るみたいなね、そんな形になっていきました。じゃあここからですね瞬発力だけを90まで上げておきます。この時点で変わるのか見ていきます。はいということで1617、まあ大体平均16コマぐらいですかね、速くなってます。まあ平均で言うと2コマぐらい速くなってるんですよ。瞬発力が90までいくだけで速くなっているということが分かりました。はい、じゃあここからですね瞬発力を1ずつ下げていって、どの時点でこの初期値のさっきのね1秒18コマ19コマとかが出始めるのか、これを確かめておきたいなと思います。順番に一気にいきましょう。89から見ていきます。はい、ここはね同じでした。次88、ここも同じでした。そして87、ここも16コマ出てましたね。で86、ここで久しぶりに1秒18コマが出ました。まあ平均で言うとね17コマぐらいになってたかなと
思います。ただ18コマとかが出始めたというところです。で85、瞬発力85にすると19コマ18コマが出始めました。つまり初期値とほぼほぼ同じ記録になっていきました。念のため84もやっておきます。はい、ここもね18コマ19コマという形になりました。はい、というところで現状までのねデータをまとめておくとですね、86以下になると遅くなるということが分かりました。じゃあもうこれはシャドウハント発動させて、ここでもうはっきりさせようじゃないかというところで、瞬発力を85まで上げたカンナバールを連れてきました。これでシャドウハント発動している状態でもう一回同じ測定をしてきます。86っていうのはちょっと遅い方ではあったんですけど、平均で言うと17という形でちょっとだけ早かったんで、85にしとけば間違いないだろうというところで85で測定をしていきます。これ1秒間16コマとかが連発すれば瞬発力が上がっているという証明になるということでやっていきましょう。変わらないという形になりました。変われよ。いや、こうなったらもうダメか。一応ね、瞬発力86にして、もう一度同じ検証しておきました。シャドウハントの瞬発力上昇値は0とします。はい、ということで、見ていただきました。長かったですね。ありがとうございました。変わらねえのか、いや変われよっていうか上がれよっていうね、っていうかスピードに関する能力って書いてあるからそこは上がってるって思うじゃんね。コナミさんの説明文だけを見るとやっぱり瞬発力も上がってんのかなって感じはしちゃうんですけどね。しちゃうんですけど、これだけ検証してですね、どれ一つとして上がっているっていう検証結果にならなかったので、これは検証している身としてはですね、上がっていないとしか言わざるを得ないという形になりました。もう何が大変ってね、ゼロを証明する方がめっちゃ大変なんだからね。本当にいろんな可能性全部潰した上でやってますから、皆さんに今回お見せしてない検証もめちゃめちゃいっぱいあるしね、そんな形なんで、俺もテンション上がんないし、見てる皆さんもそうだと思うし、動画としても面白くないし、この動画も絶対伸びないじゃん。もう最悪じゃんっていうね感じは思ってたりはしますが、嘘ついてもしょうがないので、僕は検証やってその事実を伝えるだけなので、しょうがないといえばしょうがないんですけどね、少なくとも上がっていると現状では言えないという形になりました。少なくともその上がっているところは発見できなかったという感じですかね。もしかしたら検証方法を変えたりとか、なんか別のことをやったら上がるのかもしれないんですけどね。実際シャドウハント自体がね、この発動する瞬間っていうのは1試合のうちに何回あるのかと言われるとね、人によっては全然なかったりもするかもしれないんですけどね。モメンタムマグネットフィートとか結構強かったからね、だからちょっと期待しちゃったってところもあるかなとは思いますかね。現状で言うとちょっと微妙なラインのスキルなのかな、あって損はないけどっていう形になるのかなと思いました。組み合わせとしてはフォートレスとシャドウハントとかがね両方持ってると、後半出した時にねフォートレスも発動してディフェンスセンスが上がってスピードが上がるみたいな考えたら、もしかしたら相性がいいのかなとかはいろいろ考えたりはしましたけどね、ちょっとどうかな。この辺は皆さんのこのスキルに対する評価の参考にしてみてください。はい、というところでいかがだったでしょうかね。なんていうか、もう俺が一番悲しい。これ1週間ぐらいかけたんだけどねもう意味わからんって感じなんですが、しょうがないでしょう。なんかこういうのが、これがリアルだからね。逆に言えばね、これがリアルだから、よく頑張ったねと思ってくれた方はですね、高評価とか押しといていただけると、今後もねちゃんとこういう検証頑張れますので、どうかよろしくお願いいたしますということで、今日のところこれでもう終わろう。もう声も何回も撮ってるし、もう終わろうということで、今日のところこれで終わりたいなと思います。この動画良かった、参考になった、ポットお疲れと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。